はい、こんにちは。こんにちは。今日はですね、こちらクラッチマン TV 初登場、ジプシー&サンズさん、代表の加藤さんにですね、お越しいただきまして。こんにちは。よろしくお願いします。はい。なんでもちょっとね、僕、ジプシー&サンズ出来上がった頃から、ライトニングなんかでもね、コラボ一番最初やらせてもらってるんですよね。はい。そういうブランドなんで、この秋冬の新作なんかも含めて紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。ジプシー&サンズはこう一言で言うとどういうブランドって伝えたらいいですか？そうですね。ヴィンテージをベースに、はい、それに日本人の感性であったり、はい、伝統的な匠の技とか、はいはい、それからヴィンテージ基本的にアメリカのものが今まで多いんですけど、ええヨーロッパにもいろいろあるので、はい、そういうものの良さみたいなものをうまくこうミックスして一つのものにもう一回構築し直すみたいな、そういったところがコンセプトですね。今日も加藤さんははい、古着ヴィンテージの上下ですけど、中はこれはジプシーですね。ジプシー&サンズ、こういう組み合わせがね、すごく自然にできる。ヴィンテージの好きな人なんか普通に組み合わせられるような子多いですよね。そうですね。すごい作り方、手法なんかも昔のもの、ただ形を真似るだけじゃなくて、そうですね。そういうところもしっかりやられてるという。やっぱり当時は当時の良さ、いろんな作り方とか、丁寧に作ってあるものもありますんで、それをこうよく理解した上で、守るところと、新しい今の現代の作り方をミックスした方がより今は着やすいかなとか、その辺ちょっとそのものそのものによってこう置き換え方を変えたりですね、してます。あとは加藤さん大好きなヴィンテージバイクのエッセンスなんかもところどころにこう。そうですね。はい。基本ベースは自分が着たいものを作りたいっていうところなんで、これちょっとバイクに乗るときにこういう風だともっといいよねみたいなことはちょっとずつミックスしたりとかですね。早速ですけど、これ秋冬のこの2024年の秋冬コレクションの新作、今日ちょっといくつか見せていきたいんですが、こちらこれね、僕ね大好物なんですよ実は。これは素材でいうと、素材でいくとこれはウールの圧縮ウールでハーフジップで。もうこれはヴィンテージ好きの人には馴染みの深いアイテムだと思うんですけれども、もともとのモチーフ的には、60年代ぐらいですかね。当時はアメリカも天然素材からポリエステルとかいう化学繊維ですね、ハイテクの、そういうものが新たにこう繊維として生まれてきて、もうそっちのハイテク素材の方がどんどん需要が高まってくるっていう、こういうちょうど今、ヴィンテージの元になったものですね。これは、素材でいうとこれはねポリエステルでできてる、今でいうフリースですね。フリース状態にこう起毛して作ってある商品で、スポーツウェアの上にこうちょっと着てるものですね。確かにデザインはすっごいかっこいいですけど、かっこいいですね。触るとこうなんていうんですかね、こっちはウールですからね。そうですね。なんかすごいちょっと軽い感じになりますよね。当時はこれが向こうも高度成長でタンブラーで洗濯機、自動乾燥とかやるとこういう素材がすごく使いやすいんですけど、やっぱり静電気も起きたり毛玉になったりとかするんで、このまま僕も作ってもいいんですけど、やっぱり僕の生まれ育ったこの美州地区っていうのは毛織物の産地なので。そういう毛織物の良さみたいなところを逆にハイブリッドで、フリースっぽいものを逆にウール素材を使って作っちゃおうっていうことで、要は60年代に、当時のアメリカとして進化してここまで来た服をさらにタイムマシンに乗せて、もう一昔前のウール 100% の時代の素材で作ったと。そうですね。これを逆に毛の素材を使って圧縮して縮字をかけちゃって、フリースのような状態に持っていくっていうところですね。あったかいですよね。そうですね。これはもう本当のウールを使って、なおかつ少しポリエステルとかナイロン繊維も混ぜてますんで、いわゆるウールのコア部分、中心部分を
ポリエステル繊維使ってそこにウールの繊維を巻きつけてるんで骨格はしっかりしてるんでこのまま洗ってもらっても丈夫なんですね。これ洗濯機で洗っちゃっても大丈夫ですか？洗濯機で洗っても一応洗濯表記では手洗いって書いてありますけど、まあ実際僕は家ではこれを弱洗いで洗っちゃいます。でもちょうどいい風合いになりますので。今メーカーとしての発言じゃないですからね。加藤さん個人としての発言ですからね。個人的なそうですからね。でもそうですね。私もこの手のものは普通に個人としては洗濯機で洗ってますんでね。乾燥機は避けた方がいいですね。そうですね。乾燥機やると縮んじゃいますね。熱で縮んじゃいますもんね。でもすごいなんかこういうこれはなんて言ったらいいですか、フェルトのパッチなんかもものすごくこう色使いも含めてそうですね。ヴィンテージの雰囲気が。まあ今このフェルトもポリエステル素材のもので洗っても型崩れしないものが多いんですけど、これはウールとレーヨンのミックスされた昔ながらのフェルトを使ってますんで、このフェルトも洗っていくと角が取れて柔らかい丸い感じになりますね。で色もそうですね、2色あって、どっちもなんかすごいアメリカのオーセンティックな色使いと言ったらいいんですか？まあこっちのネイビーはもともとオリンピックの選手団がまあジャージとしてユニフォームの上に着てたのをイメージして作ってるんで、ちょっとアメリカっぽいカラーリングにしてあるんですね。こっちは逆に UCLA っぽい色使いと言ったらいいのか、そうですよね。カレッジのね UCLA の色こんな感じのありそうだなっていう雰囲気ですけど、こちら今ねごめんなさい話美州でっていう話だったんですけど、美州って場所で言うと、中心はまあ僕が住んでる愛知県の終わり一宮っていうところが毛織物の産地として有名なんですけど、ここを中心に上は岐阜県、岐阜県に羽島郡っていう羽島町ですね。岐阜羽島って新幹線も止まる岐阜羽島ですね。それから下に降りて一宮、地図で行くとその下の方に行くと対馬市っていう、もうちょっと行くと長島温泉っていうレジャーランドがあるんですけど。高速から見えるやつだ。そうですね。湾岸道路から。そこに長良川、木曽川、揖斐川って3つの川が流れてて、その川の河口までのところをずっと岐阜の川遡った上までの羽島のところまでが、いわゆる美州地区って言われる毛織物の産地ですね。日本をもう代表する毛織物の産地ですもんね。50年代はもうそこでガンガンガチャマンって言われる時代で、毛織物をガンガン旗織りしてた時代ですね。はい、まずこれが1点目です。ありがとうございます。続きまして、これは前から見るとこう何と言ったらいいんですかね、ライナー？まあライナージャケットですね。で刺繍がまるでこうベトジャンのようなというか、スーベニア感のある刺繍で、ベトジャンのスーベニアジャケットをイメージモチーフにして、ライナーの方をジャケットにしようかなということで、ちょっと背中はベトジャン風の刺繍で。ここにも VMC、さっきもありましたけどね、VMC って入って、でこれ裏地もちゃんとこうついてるというか、これは普通のライナーはポリエステルのキルティングだけなんですけど、この辺はやっぱりウールのパイルですね。これもまた美州のウールがここに登場するわけですね。でもね軽いですね。軽いですね。もうやっぱりウールはすごく軽いのが特徴なので、僕なんかウールっていうとなんかすごい重厚感のイメージがすごい出ちゃうんですけど、ウールの繊維自体が細くってこう空気を含んでこう糸ができてるから割と傘がある割には軽いんですね。そういうもんなんですね。これイメージとしてどういう着方ですか？これはもう本当に T シャツでも何でも上にポッと羽織っていただく感じですね。気軽に何でも合わせられそうな、また色味もね、このブラックとグリーンとってなるとすごく加藤さんも着てそうな雰囲気が。そうですね。これはもうポッと羽織れば。スウェットパーカーなんかにポッと羽織ってもらうと、これカラーレスで襟もないので、そうですね。首元もすっきりする。干渉しなくていいんだ。表はこれもナイロンですかね。ポリエステルの
キルティング素材ですね。ポリエステルのキルティング素材、ごめんなさいね。はいはいはい。このハンドウォーマーって言ったらいいですかね。そうですね。この深みのあるポケットもまたいいですね。そうかそうか、すごくなんか、ベトジャン風ではあるんですけども、ちょっとバイクイメージもそうですね、させるような、そうですね、こういうデザインになっていて、この VMC っていうキャラクターの、アイコンでこの目があるんですか？この目のマークですね。目と雲と稲妻っていう。はい、前も。もうなんかライトニングと VMC のコラボみたいになってます、これ。コラボですね。本当に。素材も撥水加工がかけてありますんで、多少の雨でしたらこれで弾いてもらえるんで。それは便利ですね。いや非常に着やすそうです。こちら、グリーンはグリーンですごく存在感もあるし、黒は黒で何にでも合わせやすいっていう雰囲気だし、これはまた着やすそうな。ちょっと裾ここにスピンドルが入れてあるんで、これは何ですか？この平テープなんですけど、これ中にぐるっと一周回ってるんで、これを締めてもらえれば裾をこう調整して細くできますので、下からの風の巻き込みとかもちょっと止められるように。じゃあもうまさにバイク乗ることまで考えてる感じですか？そうですね。はい。そうですね。そうですよね。これで絞れちゃうんだ。そうですね。絞った感じはまた雰囲気ちょっと変わりそうですね。そうですね。着た時にね、ちょっとこれはまた、面白そうなギミックがありますね。ちょっとシルエット的には今ちょっとゆったりとしたのが流行りなので、普通のものよりはちょっとゆったりめに作ってあります。じゃあこの中にインナー着ても、そうですね。はい。全然セーター着てもいいですね。はい。はい、2つ目ありがとうございます。このライナージャケット。ライナージャケットのこういうね、どうしても落ち着いた色味になってしまうところにこういう刺繍が、結構インパクトのある刺繍がいいですね。はい、ありがとうございます。はい、本日3つ目になります。3着目。これはもう言わずと知れた、そうですね、ビーチクロスですね。やっぱりここでもやっぱりウールが出てくるわけですね。そうなんですね。はい。ウールはやっぱり意識的に増やそうとしてるんですか？いや、そういうわけではないんですけど、やっぱり冬物というとどうしてもあったかいものってなった時にやっぱりウールっていう素材はね、どうしても欠かせない素材なので、ウールを使いたいというわけではないんですけど、今でもいろんな分野で、スポーツの分野なんかでも、ウールとかウールの靴下とかすごい見直されてますもんね。天然素材で吸湿速乾性とかもね、すごく。でもこれはそういう機能よりもデザインですよね、まずは。そうですね。このビーチクロスっていう素材のこの表情がやっぱりものすごく大好きで、これをどうしてもやりたいなっていうことで、もともとこれ今ヴィンテージのビーチクロスなんですけど、これももう1950年代60年代ぐらいですかね。だからもう70年とか60年経ってる素材感で、新品よりはだいぶ経年変化で日焼けした状態ですね。そうなんですね。これは日焼けして、そうですね。で、僕はこの新品のデッドストック状態よりこの経年変化して誰かが何十年か着て味わいが出た表情がすごい好きなので、この表情を再現したいなっていうことで、これ縦編みの機械を使うんですけど、その機械でだいたいうちの方で80年代ぐらいの機械がまだ残ってますんで、その機械を稼働させながら再現しようということでやってます。着込んだヴィンテージの風合いを新品の状態からこれはもう持っていると言ってもいいですかね。2種類のウールと4種類のコットンですね。この素材を色と素材感を変えて縦編みの中にミックスして編み上げていくんですね。縦に。なんでその日焼けしたような表情の色で糸染めて作ってますので、普通のものよりちょっとくすんだ表情が出てますね。これまたでもデザインは面白いですね。昔ありそうでなかった。一般的にはこのやっぱりベスト型と、それからカバーオールみたいなジャケット型が代表的なんで、
やっぱりこの普通の着やすいアワードジャケットっていうんですかね、はいはい、こういう、これもこれヴィンテージのですね、こういうヴィンテージのこういうのがやっぱ普通は一番着やすいんで、はい、ビーチクロスにないこういうデザインをミックスでハイブリッドしたら面白いんじゃないかなっていうことで、このリブとかもデザインが、昔、確かに50年代とかにこういうのありそうだなっていうのをパターンはオリジナルで考えてるわけですか。そうですね。50s のこのやっぱ古着とかでこういうリブ使いのものがあるので、それをちょっとミックスして、普通こういうとこ無地でしかないんですけど、ちょっとあるとやっぱり衣装がなんとなく50年代風の落ち着きが出てくるんで、もうむちゃくちゃ合ってますね。ビーチクラスにこういうのを合わせるっていう発想が僕なかなかなかったんで、ありですね。これはかっこいいな。シルエット的にもこれ身幅結構ありそうですね。そうですね。バストは結構ありまして、で裾は締めてるんで、腰でスポッと止まるような感じですね。なんかすごいゆったり着れる感じで。これ50年代なのでも結構身幅はあるんですよね。こうやるとちょっとこう丸みを帯びた感じに着た時になるんですかね。その雰囲気がすごく出てますね。ちょっと現代のアワードジャケットとパターンがちょっと違うので、そういう感じは出してあります。いやこれかっこいいですよ。で胸にはこれもフェルトですかね。そうですね。ウールのフェルトでVMC のやっぱり VMC です。ここにももう VMC がやっぱり裏アイコンになってるわけですね。そうですね。ジプシー&サンズでは。これまた着ていくとこういうパイピングとかってさらに色抜けていったりするんですか？そうですね。綿なのでまた少しずつ焼けていきますので、なんか楽しみですね。そういう雰囲気がすごくいいです。これはありそうでなかった。これなんつったスタジャンと言っていいんですかね。アワードジャケットって言っていいですかね。ビーチクロスのアワードジャケット。これもちょっと加藤さん来たら絶対かっこいいだろうなと、今日の雰囲気なんかにもバッチリ合いそうな。なんかいやそういうわけではなくてって言うんですけど、絶対地元愛がちゃんと反映されてるんだろうな、この各所にウールが入ってる。これも編み機がもう当時の80年代の編み機で、もう機械メーカーもこの機械作ってないので、部品もないんですね。だからもう職人さんが壊れた部品は再生してもう一回作り直して直しながら動かしていくっていうところなので、もう古い車を動かすのと同じで、ご機嫌を伺いながらゆっくり編み上げていくっていう感じですね。でもその生地の生産背景がもうすぐ近所にあるっていう中で作ってると、こういう機会があるからこれでなんか作ってみようとかって、そういう気持ちには自然となっていくんですね。もうこの辺りはどうですか？今日3点、紹介させていただきましたが、店頭にはどのぐらいで並んできそうですか？今月そうですね、もうそろそろ上がってきますので、今月末ぐらいには店頭に揃うと思います。取扱店の情報だったり、あとはウェブサイト見れば載ってますよね。なんで、概要欄にジプシー&サンズの、ウェブサイト URL 載せておきますので、そちらからね、どこで買えるか、探してもらって、一度試着してね着てみたらいいんじゃないかなと思います。ということで今日はありがとうございます。ありがとうございます。どうも。非常になんか地元を愛する加藤さんの力作を見た気がして、私はすごい楽しい時間でした。ありがとうございます。ありがとうございました。